令和5年7月3日から車検ステッカーの貼り付け位置が変更となりますということで、ちょうどタイムリーに娘のミラジーノが車検から戻ってきまして、今日7月1日車検証と一緒に車検ステッカーが送られてきました。これからステッカーを作成して新しい貼り付け位置に貼ろうと思います。まだね、このステッカーは旧型の表示のままですね。今一生懸命説明書を読みながらステッカーを作成しようと思ったんだけど、貼ってあるじゃんこれ。すでにもう車屋さんが気を利かせて、最後の段階まで貼ってくれていたみたいで、いつもはね自分で最初からの手順で貼ってたんだけどね。作業に移りましょう。車検が完了しても、車検証発行されるのに時間がかかるので、先にいつも車を取りに行ってます。で、車検証とステッカーの代わりをねこうやって、貼ってるんですけどね、車検証送られてくるまでにね、この用紙もね7月4日までの有効期限ですけどね。今まではここへ貼ってたけどね、この人からしたらね、これからはここへ貼りなさいってことだよね。中央からなるべく遠いところ、なんかすごい貼り付けてしまってからで遅いので、とりあえず同じぐらいに紙をね、大きさを切ってちょっと仮止めしてみますね。これ結構ちょっと視界を遮るよね、これね。視界を遮る場合はどうするんだろうね。国土交通省のねホームページ見ると、自動車局というところのね部署の、ポスター、こっちのポスターがあるんだけど、ちょっと著作権の関係でそれ出せないけど、早口で読みます。自動車ユーザーの皆様へ、令和5年7月より車検ステッカーの取り付け貼り付け位置が変更となります。国土交通省においては、無車検運行の防止対策として、車検ステッカーの表示位置を従来の前方から見やすい位置から前方かつ運転車席から見やすい位置に変更しました。自動車ユーザーの皆様におかれましては、令和5年7月以降、以下の位置に貼り付けていただけますようお願いいたします。新しい貼り付け位置として、前方かつ運転者側から運転車席から見やすい位置、運転者席側上部で車両中心から可能な限り多い位置、例外としてただし上記位置で運転者の視野を妨げる場合は、運転者の視野を妨げない前方かつ運転者席から見やすい位置となってますね。やばいよね。外から見た感じどう？ちょっと光って見づらいね。外からだってこれ結構でかいよ。国土交通省のホームページで詳細が見られるので、説明欄にリンクを貼っておきますね。これが7月4日まで有効。絶対なるもんね。だってこれだよ、この大きさだよ、ほぼ同じ大きさだよこれ。これはちょっと邪魔だろう。これはやっぱりね、車によってウィンドウの形とか、あと視界が違うと思うので、これはしょうがないよね。貼れない場合もあるよね。だよね、この辺にあれだよね、せいぜいね、どうなんだ、こう運転手から分かりやすいところっていうのからさ、今までドアミラーに隠れてたから、ドアミラーじゃなくてバックミラーのいいんじゃないかな、ここに貼れば見えるもんね。ということで、ここへ貼ることにした。ここはちょっとね無理。
とりあえず貼る面を服ピカできれいにしときます。さっきね車屋さんにこの件でね電話したんだけど忙しそうで出なかったんでこれ折り返ししたとこですね。もしもし、悪いんで、ほら車検証のシールがあるじゃん。7月3日からだか右に貼れってあるじゃん。今やろうと思ったらさ、すげえ邪魔なんだよ。目立つしさ、結構シールがでかいからさ、違う同じぐらいの紙にして貼ってみたらさ、すげえ邪魔なんだよこれ。だから真ん中に近くて運転手から確認できりゃいいんだもんばい。そうだろう。だからドアミラーに隠れなきゃいいんだろう。それだけ聞きたかったんだけどさ。これシールこれ作るところから撮影するべえと思ったら貼っちゃってあるんだな。じゃあこの次貼んねえでくれる？はい、じゃあね。合体したシールを台紙から剥がし、全面内側に貼ると。これあるしかないよね。我が家の場合はこうしていつも車検ステッカーを自分で貼っているので、位置の選択は自分でできるんですけど、どうですかね皆さん、車屋さんがドーンといきなり貼ってくるんですよね。これから皆さん車検に出す時に、車屋さんにこのステッカーを貼る位置を、リクエストするとか、何が何でもウィンドウの端でなければいけないっていうわけではないので、あるいは今回のように、ステッカーは自分で貼るというのも選択肢の一つかもしれませんね。目の前に貼ってあったばかりに信号を見落としたなんていうとね、大事故につながりますからね。貼り直しやね再発行なんてね手間がかかるんでね。よいしょね、この運転席の視界からするとこんな感じかな。ここにあるよりはいいよね。ここにあるよりはね、ちょっと邪魔だよね、車のマルジもね。ということで今回は車検ステッカーの新しい貼り付け位置にトライしてみました。わかりやすかったでしょうか。こんな感じでね、素人なりの動画をアップしていきますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録していただけると今後の励みになります。これからもよろしくお願いいたします。